シングルファーザーって完全な外れじゃないですか。その言葉が居酒屋の喧騒の中で耳に突き刺さる。合コンの席で俺は娘の写真を見せただけだった。でもそれだけで一気に空気が変わった。もうなんでこんな人を誘ったんですか？せっかくの合コンなのに子持ちなんて論外よ。同席していた茶髪の女性が露骨な嫌悪感を顔に浮かべる。妻を亡くしてからこういう反応は何度も経験してきた。シングルファーザー、その肩書きは新しい出会いを求める場では致命的な欠陥のように扱われる。おい、そんなこと言うなよ。先輩がたしなめるように声を上げる。でもその声すら耳に入らない。俺はもうその場にいたいと思えなかった。わかりました。じゃあ俺帰りますね。静かに立ち上がりテーブルに1万円札を置く。ああ、そうだ。あの地味な女も連れてってください。バツイチ同士で仲良くやれば。背後から投げかけられる言葉に端っこに座っていた黒ジャケットの女性が一瞬表情をこわばらせた。彼女はここ最近結婚生活を終えて離婚を経験したばかりだそうで、合コンでは控えめで目立たない存在だった。では私も失礼します。彼女も同じように1万円札を置き、颯爽と店を出る。俺は少し躊躇した後、その後を追った。まさかこの出会いが俺たちの人生を大きく変えることになるなんて、この時は誰も予想していなかった。俺の名前は渋谷勝、32歳。IT 企業の桜テクノロジーでシステムエンジニアとして働いている。入社して10年、顧客の要望を形にしていく仕事は、時には深夜までかかることもあるが、システムが無事稼働した時の達成感は何者にも代え難い。特に医療系のシステム開発では、間接的ながら人の命に関わる仕事をしているという実感があり、それが俺のモチベーションになっている。おい、渋谷！仕事に没頭していると、先輩の山岡さんが声をかけてきた。今度の金曜日、営業部と開発部の合コンがあるんだけど、お前も来ないか？ああ、いえ、俺は。言葉が途切れる。山岡さんは俺の様子を見て深いため息をついた。お前さ、あれからもう5年経つんだぞ。いい加減次の恋を見つけたらどうだ？胸が締め付けられるような感覚に襲われる。5年前、妻が急性の肺炎で亡くなったのは、娘の凪が5歳の頃だった。突然の出来事になすすべもなく、ただ呆然と立ち尽くすしかなかった。はい。あ、いや、奥さんのことを忘れろって言いたいんじゃないぞ。ただ、前向きになってほしくてだな。大丈夫です。お気遣いありがとうございます。合コン行きます。形だけの返事を返す。山岡さんの言うことは正論だ。俺の心からは、まだ妻への思いが消えていない。それどころか、娘の凪が日に日に成長していく姿を見るたびに、彼女の面影を感じて胸が痛くなる。スマートフォンを取り出し、姉のマキに連絡を入れる。姉さん、今日遅くなってもいい？山岡さんから合コンに誘われて。返信は即座に来た。オーケーオーケー。たまには羽伸ばしてきな。凪ちゃんはしっかり見てるから安心して。姉は凪が生まれてからずっと俺たち親子を支えてくれている。近所に住んでいることもあり、俺が仕事で遅くなるときはいつも凪の面倒を見てくれる。本当に感謝してもしきれない。埋め合わせは必ずするから。いいから楽しんでおいで。そんな返信を見ながら俺は深いため息をついた。確かに凪にも母親的な存在が必要かもしれない。でもそれは妻の代わりじゃない。誰も彼女の代わりにはなれない。そんな複雑な思いを抱えながら俺は PC の画面に向かい合った。合コン、新しい出会い、それは俺にとって大きな一歩になるのかもしれない。でもその一歩を踏み出す勇気がまだ持てない。画面に映る医療システムの設計図。ここなら俺は迷わず前に進める。けれど私生活となると、スマートフォンのロック画面には親子3人で撮った最後の写真が写っている。妻の優しい笑顔が今でも俺の心を揺さぶる。パパ、今日も頑張ってね。今朝、凪が学校に行く前に言ってくれた言葉を思い出す。小学5年生とは思えない気遣いができる娘に育ってくれている。それは
きっと彼女の DNA を受け継いでいるからなんだろう。待ち合わせ場所の居酒屋に入ると、すでに何人かが着席していた。俺の目は無意識のうちに左手の薬指に向く。さすがに、結婚指輪は外してきた。それなのに、まだ指輪があった時の感触が残っているような気がして、胸の奥がきしむ。あ、渋谷お疲れ、こっち来いよ。山岡さんの声で我に返る。テーブルの周りには見知った顔もいれば、初めて見る顔もある。特に目を引いたのは端っこに座る一人の女性だった。黒のジャケットに身を包み、まっすぐな瞳で前を見据えている。周りの華やいだ雰囲気とは不釣り合いなほど、凛とした佇まいを見せている。彼女に視線を向けていると、山岡さんがみんなに俺を紹介してくれた。皆さん、彼は開発部の渋谷です。俺の後輩でシステム開発のスペシャリストなんですよ。俺は軽く会釈をして席に着いた。まあ、開発部にこんな素敵な方がいらしたなんて、私たち同じ会社なのに全然知りませんでしたよね。そう言って俺に笑顔を向けた女性がいた。広尾愛菜と名乗った女性は営業部らしい。彼女は次々とテーブルを囲む参加者に視線を向けては笑顔を振りまく。茶髪をさらりと肩にかけ、グラスを手に取る仕草は女性らしい。システム開発って難しそうですよね。私なんてパソコンの電源の付け方くらいしか。と困ったように首をかしげる仕草。それに男性陣が笑い、自然と会話の輪が広がっていく。桜テクノロジーって本当に大きいですもんね。知らない方ばかりで、でもこうやって素敵な出会いがあるんですね。営業部の古橋さんなんて同じフロアなのに今日初めてお話できました。彼女の声が上ずるたびに誰かが相槌を打つ。その様子はまるで緻密に組み立てられた歯車のように滑らかだった。社内の人間関係を把握した上で的確に話題を振り、場の空気を温めていく。俺にはとても真似できない技術だ。こういう場で求められる愛想の良さは俺にはない。ただ彼女のような人がいることでこの手の集まりは回っていくのだろう。その時、テーブルに置いていたスマートフォンが震えた。メールの通知だ。画面には家族3人で写っている写真。まだ妻が元気だった頃に撮った最後の思い出の一枚だった。穏やかに微笑む妻と無邪気にはしゃぐ娘。そしてその2人を嬉しそうに見つめている自分。何をしてるんだろう、俺。合コン特有の賑やかな空気の中で、ふと現実に引き戻される。楽しげに笑い合う見知らぬ人たちと、自分の大切な娘や亡き妻の思い出が同じ空間に共存していることに違和感を覚える。胸の奥が締め付けられるような寂しさがこみ上げてきた。あ、かわいい。いつの間にか隣に座っていた広尾愛菜が画面を覗き込んでいた。彼女の目は写真の笑顔に釘付けになっている。めいっ子ちゃんですか？すっごく可愛らしい。いえ、うちの娘です。彼女の目が一瞬で驚きに見開く。娘って、どういうことですか？実は、俺シングルファーザーなんですよ。妻が亡くなってから一人で育てています。言葉にしてみると、なぜか視界の端が霞むような気がした。合コンに来た理由なんてあやふやなままだったけれど、ここで初めて公然と口にしたシングルファーザーという肩書きがやけに重い。その一言を聞いた瞬間、広尾さんの表情がさっと変わった。先ほどまでのにこやかな笑顔が消え、どこか冷たいものに置き換わる。嘘でしょ？その声からは、あからさまな嫌悪感を感じ取れた。広尾さんは山岡さんの方を向くと、急に声のトーンを上げた。もう山岡さん、なんでこんな人を誘ったんですか？せっかくの合コンなのに、シングルファーザーって完全に外れじゃないですか。もっと人選考えてくださいよ。その言葉が居酒屋の喧騒の中でもはっきりと耳に突き刺さる。周りの空気が一気に凍りついた。おい、そんなこと言うことないだろ。山岡さんがたしなめるように声を上げる。渋谷は優秀な社員だし、いい父親でもある。何が悪いんだ？隣の男たちは子供がいるからこそ家庭的でいいじゃないかという様子でうなずいているが、それが広尾さんにはどうにも理解できないらしい。彼女は目を丸くしたまま
あからさまに嫌悪感を込めた声を上げた。だってこれ合コンですよ。合コンって未来のパートナーを探す場所じゃないですか。なのに、シングルファーザーを呼ぶなんて、こんなの詐欺じゃないです。その言葉に、一瞬テーブル周りの空気が凍る。あまりにもストレートで無神経な言い方に、山岡さんが眉間にシワを寄せた。ヒロー、言っていいことと悪いことがあるだろう。ヒローさんは、たしなめるような声にも耳を貸さず、さらに言葉を重ねる。だって、もし結婚なんて考えたら、当然その子供も一緒についてくるってことですよね。私子育てなんか自信ないし、それにそもそも他人の子をいきなり受け入れるなんて無理に決まってるじゃないですか。それにデートだってどうするんです？子供付きでスーパーで買い物なんて。私嫌だな。周囲の男性陣はドン引きしていた。ヒロー、それはさすがに言い過ぎだろう。渋谷には渋谷なりの事情があるんだし、子供がいるからって付き合えないって決めつけるのはどうかと思うぞ。山岡さんはかばってくれるが、それが余計に惨めに感じた。わかりました。じゃあ俺、帰りますね。俺は静かに立ち上がる。財布から1万円札を取り出し、テーブルに置く。山岡さんが何か言いかけたのが見えた。でも、もう耳に入らない。この場に俺がいる意味なんて最初からなかったんだ。妻が亡くなってから、こういう場面は何度も経験してきた。人々の同情の目。そして、その同情が次第に変わっていく様子。シングルファーザー。その肩書きは、時として人を遠ざける。特に、新しい出会いを求める場では。ああ、じゃあ、歌川さんも一緒に連れてってくださいよ。ヒロさんの声が背後から響く。その小姉には、見えすいた嫌味が含まれていた。彼女が指さしたのは、俺が居酒屋に入った時に見た、端っこに座る、黒ジャケットの女性だった。人数合わせで誘ったけど、場がしらけちゃうし。そこまで言って、ヒロは意地の悪い笑みを浮かべる。ああ、ちなみに、この人もバツイチだから、お話が合うんじゃないですかね。その言葉に、歌川さんの表情が一瞬だけこわばる。けれど、すぐに平静を取り戻し、静かに立ち上がった。では、私も、お先に失礼します。そう言って、歌川さんという女性は、俺と同じように1万円札を置き、颯爽と店を出る。俺は少し躊躇した後、彼女の後を追った。店の外は、春の夜風が心地よく吹いていた。歌川さんは、すでに数メートル先を歩いている。歌川さん。何でしょうか。立ち止まった彼女は、振り返りもしない。すみません。俺のせいで、あなたまで。気にしないでください。彼女は最低限の言葉しか返さない。確かに合コンには向いていない振る舞いだ。だからといってあんな追い出し方をしなくても、とヒロさんに対して憤りを感じた。私もこんな場所に来るべきじゃなかったんです。その言葉に俺は返す言葉を失う。二人で無言のまま駅に向かって歩き始める。街灯が照らす歩道の上で二人の影が長く伸びている。お仕事は営業部で長いんですか？ええ。短い返事の後、また静寂が訪れる。気を使って声をかけてみるが、会話は続かない。駅に向かって歩く二人の間に、どこか空虚な空間が広がっていく。かといって、この状況をどう打開すればいいのかもわからない。そんな中、最寄り駅に着くと、思いがけない光景が目に飛び込んできた。改札口の前で、姉と凪が立っている。パパ！凪が小走りで駆け寄ってくる。え、どうして？ごめん、凪ちゃんがどうしても早く伝えたいって。姉が申し訳なさそうに言う。え、早く伝えたいって、まさか。凪の表情を見た瞬間、胸が高鳴った。あの満面の笑みは、何か大きな出来事があった時、特有のものだ。おめでとう、すごいな、さすが凪だ。えへへ。思わず抱きしめると、凪の体温が心地よく伝わってくる。あ。歌川さんの気配を感じ、慌てて振り返る。すみません。娘が賞を取ったものですから。そうなんですね。おめでとうございます。それでは私はここで。彼女は軽く会釈をして改札に向かった。その後ろ姿に何か言葉をかけるべきだろうか。でも、どんな言葉を選んでも、この場の空気を変えることはできない。結局、俺にできたのは、
ただお疲れ様でした、と当たり障りのない挨拶を告げることだけ。改札を通り過ぎていく歌川さんの姿が夜の群衆の中に溶けていった。数日後、いつものように会社に出勤すると、様子が明らかに違った。渋谷さん！渋谷先輩！次々と声をかけられる。普段の俺にこんなに注目が集まることなんてない。最初は何が起きているのか理解できなかった。けれど、声をかけてくる社員たちの言葉に、徐々に状況が飲み込めてきた。なぎちゃんすごいですね。小学生でプログラミング大賞って前代未聞じゃないですか？日本の小学生で初めてなんですよね。胸が熱くなる。昨日の夜、なぎが受賞したことを知った時の感動が再び込み上げてきた。そう、なぎは趣味でプログラミングをしている。その技術力は俺をも凌駕している。この評価は断じて親バカではない。だって、現に賞を獲得しているのだから。おい、渋谷！山岡さんが声をかけてきた。合コンの一件以来、少し気まずい空気があったが、彼の表情は心から喜んでくれているように見えた。お前なんで黙ってたんだよ。娘さんがこんなすごいことしてたなんて。はは、別に俺の功績じゃないんで。相変わらず謙虚だな。お前の教育の賜物だろ。いえ、それはあの子が言葉を続けようとしたとき、車内が急に騒がしくなった。誰かがスマートフォンの画面を指さしている。見て、このニュース。画面には凪の姿。インタビューに答える娘の表情は少し緊張しているようで、それでいて凛としていた。もちろん、俺の家で録画予約済みだ。小学5年生の渋谷凪さんが開発したゲーム、コードプリンセスが国際プログラミングコンテストで大賞を受賞。小学生での受賞は世界でも極めて異例で、アナウンサーの声が流れる中、画面には凪の作ったゲームの映像も映し出された。プリンセスが魔法を繰り出すアクションゲーム。プレイヤーはコードを入力するのだが、そのコードは実際のプログラミング言語と同じように機能する仕組みになっているという。ゲームをしながらプログラミングの知識も身につくという内容で、その教育能力の高さと純粋にゲームの面白さで大賞を取ることができたのだ。お前さ、もう働く必要ないんじゃないか？は？意味がわからず首をかしげる俺に、山岡さんは自分のタブレットを突きつけてきた。このゲームの売り上げだよ。アプリストアのランキング。先月世界1位だぞ。こんなの、数億はくだらないだろ。画面には確かに、凪の作ったコードプリンセスが首位に輝いていた。ダウンロード数はすでに100万を超えている。周りから驚きの声が上がる。確かに、あのゲームは世界中で話題になっている。教育関係者からの評価も高く、プログラミング教育の革新だと絶賛されているという。いや、俺は深いため息をつく。胸の奥に温かくて重たい感情が広がっていく。あのゲーム、娘が妻のために作ったものなんです。え？妻が生きてた頃、娘はママをびっくりさせたいって、こっそりプログラミングの勉強を始めたんです。3歳の頃からずっと。記憶が鮮明に蘇ってくる。パソコンの前で小さな指を動かす娘の後ろ姿。妻は情報工学の研究者でプログラミング教育に携わっていたんです。娘はママみたいになりたいって。だからあれは妻のためのゲームなんです。俺はあの売上金に手をつけるつもりはありません。全部娘が大きくなった時に自分で使えるよう、その時まで大切に預かっておくんです。娘が妻に捧げた思いですから、俺にはその大切な気持ちをお金として見ることはできません。山岡さんは黙り込んだ。周りの社員たちも言葉を失っている。すると、山岡さんが腕で顔を覆った。肩がかすかに震えている。山岡さん、なぜ泣いて。感動したんだよ。山岡さんは涙を拭いながら叫ぶ。渋谷はいつも黙々とコードを書いてて、何考えてるかわからないやつだと思ってたよ。でも、山岡さん、こんな立派な、父親だったなんて。突然、山岡さんが俺に抱きついてきた。予想外の出来事に、周りから笑いが起こる。山岡さん、話してください。嫌だ。今日は泣かせてもらう。だから、なんで俺に抱きついて泣くんですか。
一生懸命に山岡さんを引き離そうとする俺の姿に、フロア中が笑いに包まれた。けれど、その笑いは温かい。渋谷さん？突然、甘ったるい声が背後から聞こえた。振り向くと、ヒロさんが満面の笑顔で立っている。合コンの夜とは打って変わって、蜜を滴らせたような表情だ。実は、私子供が大好きなんです。その言葉に胃の底が冷たくなる。記憶が鮮明に蘇る。シングルファーザーって完全に外れじゃないですか。あの夜の彼女の言葉がまるで昨日のことのように耳に響く。渋谷さんのお嬢さんにも会ってみたいな。今度一緒に遊びに行きませんか？ヒロさんはまるで先日の出来事などなかったかのように話を続ける。ショッピングモールとかどうですか？子供向けのイベントがあるんです。この前なんて。すみません。俺は彼女の言葉を遮った。声のトーンは冷静だが、その中に確かな怒りが滲んでいる。その表情、どの面下げて作ってるんですか？ヒロさんの笑顔が一瞬で凍りつく。俺は完全な外れなんじゃないですか？周囲の空気が一変する。ヒロさんの顔がみるみる青ざめていく。いえ、そんなつもりじゃ。山岡さん。何？慌てて言い訳を始めようとするヒロさんを無視して、俺は山岡さんに向き直った。歌川さんってどのフロアにいらっしゃるんですか？歌川さん？営業部の、確か7階の営業部だよ。なんで？娘が会いたいって言ってるんです。そうなの？今度は山岡さんが目を丸くする。ヒロさんは、なんであいつなんか、とつぶやきながら去っていった。その日の夕方、俺は7階の営業企画部に向かっていた。胸の中では何とも言えない緊張が渦巻いている。オフィスのドアを開けると静かな雰囲気が広がっていた。デスクの間を慎重に進み、歌川さんの席を探す。歌川さん、失礼します。渋谷さん。突然すみません。お時間よろしいでしょうか？言葉に詰まりながら、俺は状況を説明し始めた。娘が歌川さんと会いたいと言っているんです。無理にとは言いませんが、歌川さんはしばらく考え込むように目を伏せた。いいですけど、私ですか？はい。どうして？確か先日、一度お会いしただけで。それは、俺が事情を話すと、彼女は快く OK してくれた。数日後、歌川さんを家に招いた。凪は興奮を隠しきれない様子で、俺の隣に座っている。歌川さんが向かいに座るなり、口を開いた。お姉さん、このマスコット。凪が指さしたのは、歌川さんのバッグにつけられた小さなキャラクターマスコットだった。この前会った時もつけてたよね。これ、コードプリンセスの最難関クエストをクリアした先着50人にだけプレゼントされるやつでしょ？そう言われてマスコットをよく見た。確かに、凪の作ったゲームのキャラクターだ。グッズ化自体が珍しいコンテンツだったのに、彼女が持っているなんて。そうだけど、やっぱり、お姉さん相当やり込んでるね。そうなの。凪ちゃんも好きなの？まあね、私が作ったゲームだし。歌川さんは、まさにキョトンという表現がぴったりだと思えるほど、目を丸くした。あなたが作ったの？凪は得意げに笑う。そう。だから、お姉さんが遊んでくれてるの、すごく嬉しい。すごい。カフェの静かな空間に、突然明るい空気が広がる。歌川さんの硬い表情が、少しずつ和らいでいく。このゲーム、本当に革新的だと思ってたけど、そっか、あなたが、お姉さん、一緒に遊ぼうよ。凪が目を輝かせて誘う。歌川さんは一瞬躊躇したように見えたが、すぐに笑顔でうなずいた。ねえ、対戦する？凪が目を輝かせて誘う。対戦？私も遊ぶためのアカウントあるんだよ。いいわね。手は抜かないわよ。受けて立つよ。歌川さんの目が鋭くなる。子供の前では無邪気だった表情が一転してゲームへの集中力に満ちていく。俺は二人の対戦を隣で眺めていた。俺の中で彼女に対するイメージが完全に塗り替えられていった。合コンの夜に出会った時のクールな印象とは裏腹に、彼女が凪と一緒にゲームに没頭する姿は
まるで別の人間のようだった。鋭い眼差しは柔らかいものになり、時折漏れる笑い声は無邪気さに満ちていた。歌川さん、ゲーム好きなんですね。意外だな。俺が思わず言うと、歌川さんは小さくうなずいた。甥っ子とよく遊んでいるんです。甥っ子さん。はい、姉の子で。このゲームも甥っ子に教えてもらったんです。最初はただの遊び相手だったんですが、一緒に遊んでいるうちにだんだんハマっちゃって。子供好きなんですね。え？見てたらわかりますよ。そうですか。はい、好きです。とっても。歌川さんの表情が照れくさそうに揺れる。頬を染めながら下を向く姿に思わず胸が高鳴った。普段のひょうひょうとした雰囲気からは想像もつかない。そんな表情。パパ、もうこんな時間。凪の声で我に返る。時計を見ると、すでに夜の9時を回っていた。本当だ。歌川さん、申し訳ありません。こんなに遅くまで。私こそ、夕飯までごちそうになっちゃって。立ち上がろうとする歌川さんに、凪が飛びつくように近寄った。水木さん、また遊ぼうね。パパ、送ってあげたら？凪の提案に、歌川さんが慌てて手を振る。いえ、大丈夫です。一人で。でも、こんな時間だし。そんな押し問答の末、結局、最寄り駅まで送ることになった。水木さん、また来てね。約束だよ。その様子に胸が締め付けられた。凪は普段、こんなにべったりと人に甘えない子なのに、姉にすら、最近はもう大きいからと言って距離を置くようになっていたのに。今日はありがとうございました。凪があんなに人に甘えている姿を久しぶりに見ました。夜の住宅街を並んで歩きながら、歌川さんに礼を言う。いえ、遊んでただけですので。それがありがたいんです。いつもあの子は大人びていると思ってたんですが、どうやらそうでもないと気づかされました。やっぱり寂しいのかもしれませんね。奥様とは？病気で亡くなりました。凪が5歳の頃に、肺炎で突然。それ以上は言葉にできなかった。今でもあの日のことを思い出すと呼吸が苦しくなる。そうですか。歌川さんの声には底知れない優しさが滲んでいた。同情ではない。理解しようとする温かさ。よかったら、また遊びに来てもいいですか？予想外の申し出に胸が熱くなる。この人は分かってくれているんだ。今の俺に必要なのは同情でも励ましでもない。ただ、普通に接してくれる人の存在なんだと。ぜひ、娘が喜びます。それから、時が流れるように何度も週末が過ぎていった。歌川さんは約束通り、何度か家に足を運んでくれた。その度に、凪の笑顔は輝きを増していく。そんな中で、俺自身も変化を感じていた。歌川さんが来る日は、必要以上に部屋を片付け、少しいいコーヒーを買っておく。彼女の好みのお菓子を覚えて、用意しておくようになった。水木さん、このゲームのここがわからないんだけど。凪が歌川さんに甘えるように寄り添う。その光景を見るたび、心が温かくなる。同時に、歌川さんの存在が、俺の中で大きくなっていることも自覚していた。まっすぐな瞳、凛とした佇まい、時折見せる優しい笑顔、すべてが俺の心を揺さぶる。そんな風に、いつものように凪がゲームの相談をしていると、不意に凪が思い出したようにソファーに置いてあった小さな包みを手に取った。そうだ、水木さん。これ私からのプレゼント。凪は少しはにかむように笑って、歌川さんにその包みを差し出す。大きさは片手にすっぽり収まるほどだ。私に？歌川さんは驚いた様子で、凪の手元を見つめる。前にコードプリンセスのグッズが欲しいって言ってたでしょ？だから、私なりに作ってみたの。凪がそう言って包みを開けると、中からフェルトでできた小さなキャラクターが顔を覗かせた。ゲームのヒロインを模した手作りのストラップだ。髪や衣装の細部が丁寧に縫い込まれていて、子供の手仕事とは思えないほど精巧にできている。かわいい。歌川さんはまるで宝物を見るように目を輝かせ、そっとストラップを手に取った。頬がふわりとほころんで、口元がかすかに震えている。こんな素敵なものは、私のために。
いつも私にゲームの感想とか教えてくれるし、いろんな話を聞いてくれるから、そのお礼。凪は少し照れくさそうに笑う。歌川さんの瞳にじわりと涙が滲んできたのが分かった。ありがとう。ごめんなさい。こんな年なのに嬉しすぎて。彼女はストラップをぎゅっと握りしめ、まぶたを伏せる。長いまつげの先に涙の粒が光って、はらりと頬を伝った。泣かないでよ。変なの。凪が慌ててハンカチを差し出す。歌川さんはそれを受け取り、何度か瞬きをして、潤んだ瞳をそっと押さえた。ごめんね、凪ちゃん。こんなに誰かに優しくしてもらったの。久しぶりな気がして。ありがとう、本当に。ありがとう。その言葉を聞きながら、俺は自然と彼女に目をやった。いつもはクールな歌川さんが、こんな風に感情をあらわにするのは珍しい。パパ、私ちょっと手洗ってくるね。気を利かせたのか、凪がそう言い残して部屋を出て行った。ほんの少しの間、俺と歌川さんだけの時間が流れる。彼女はまだストラップを握りしめたまま、潤んだ瞳で微笑んだ。すごく可愛いものをもらっちゃった。大切にしますね。ええ、ぜひ。凪もそうだけど、俺も嬉しいです。いつも来てくれて。言いかけて、喉元で言葉が詰まる。あなたが来てくれるだけで、家の中が暖かくなる。そんな思いを、うまく言葉にできなくてもどかしい。歌川さんは、俺の視線に気づいたのか、かすかに首をかしげてから、ふっと目を伏せた。ほんのり赤く染まる方が、涙の後で余計に愛おしく見えた。数時間後、リビングのソファーで並んで座っていた俺たちは、ふと隣に目をやる。いつの間にか、凪が小さく寝息を立てていた。凪ちゃん、寝ちゃいましたね。歌川さんが静かに微笑みながら言う。俺は肩をすくめ、苦笑を漏らした。実は遅くまで、あなたへのプレゼントを作ってたみたいで、少し前から夜な夜な何か縫い物をしていたんですよ。バレないように頑張ってたみたいですけど。そうだったんですね。彼女は先ほど凪から渡された手作りのストラップをそっと見つめる。小さなフェルト製のキャラクターはどこかぎこちない縫い目も愛らしい。大切にしますね。これ、本当に嬉しかったです。少し照れたように目を伏せる歌川さんの姿に思わず胸が温かくなる。ありがとうございます。歌川さんが凪に優しくしてくれるから、あの子もとても楽しそうなんです。そう伝えると、彼女は一瞬、はにかむように笑った。しかしすぐに、その笑みが消えていく。歌川さんの表情が、かすかに曇った。歌川さん？すみません。私の話聞いてもらってもいいでしょうか。言葉を探るように、カップを見つめる歌川さん。その仕草に、何か重要な決意が感じられた。知っているかもしれませんが、私バツイチなんです。その告白は、静かな夜の空気に溶け込むように発せられた。合コンの夜、博夫さんに暴露されたことは知っていた。でも、本人から打ち明けられるのは初めてだった。相手の方から、すごく熱心にアプローチされて、歌川さんの声が震える。交際期間もあまりなくて、でも、その人の情熱に押されるように、結婚しちゃったんです。俺は黙って聞いていた。彼女の言葉の一つ一つが重たい決意を感じさせる。でも、ある日突然、君とは会わないって一方的に別れを告げられて。声を震わせながらそういう歌川さんの視線は、遠い昔を見つめているかのようだった。最初は、ただの夫婦喧嘩かと思ったんです。でも、向こうの両親まで出てきて、役に立たない嫁はいらないって。その日は仕事で帰宅が遅くなっただけなのに、すぐに荷物をまとめろと言われて、あっという間に家を追い出されました。あまりにも突然すぎる仕打ち。心の準備などできるはずもなかっただろう。向こうはお金と権力がある家柄で、私一人では何も抵抗できなくて、共通の知人や会社にも根回しをされたのか、私が悪いかのように話がどんどん進んで。声が詰まる。彼女は唇を噛みしめ、震える手でコーヒーカップを握りしめた。それ以来、人を、特に異性を信じるのが怖くなって、もしまた同じように捨てられたらって思うと、何もかも踏み出せなくなってしまいました。最後の言葉は、ほとんど聞き取れないほど小さな声だった。
俺は思わず拳を握りしめる。自分の知る離婚とはまるで違う。逃げ場のない、絶望感に包まれた経験。こんなひどい仕打ちが、彼女をここまで追い詰めていたのか。それは、辛かったですね。言葉にならない。慰めなんかじゃ済まされない痛みだ。彼女は震える肩を少しすくめ、そっと目を伏せる。はい。でも、渋谷さんとなぎちゃんに出会って、少しずつ、また誰かと向き合う勇気を取り戻してきたんです。本当に、ありがとうございます。突然礼を言われて、心臓が跳ねた。感謝するのはこっちなのに、と思っていると、歌川さんははにかんだ。私、こんな性格だから、人との関わりとかなくて、今までそれでいいと思っていたんですけど、最近すごく楽しいんです。居場所が増えたみたいで。おこがましいですよね。すみません。彼女は小さな声で言う。いつもより少し上ずった声。頬がわずかに紅潮している。そんなことありません。もうここは歌川さんの居場所ですよ。第2の家でも第3の家でも都合のいいように思ってもらって大丈夫です。いいんですか？ナギも、もちろん俺も、歌川さんが来てくださって嬉しいんですから。ありがとうございます。また来てくださいね。はい。俺たちは笑い合って、ナギの寝顔を見守った。それから数日後、ある朝出社した俺は、突然、専務がお呼びですと、総務の人から告げられた。専務？なんで俺が？自分のデスクに荷物を置く間もなく、開発フロアでは同僚たちがひそひそと囁き合っているのが見える。渋谷さんが専務に呼ばれたんだって。何かやらかしたのかな？いや、あの専務って社長の息子だろ。いきなり呼び出されるなんてすごいことじゃん。そんな声が耳に入るたび、胸の奥がざわつく。普通の業務連絡なら上司経由で済むはずなのに、どうしてわざわざ専務直々に。重役フロアに足を踏み入れると、佐々木専務が満面の笑みで迎えてくれた。彼は社長の息子であるが、その肩書きをみじんも感じさせない腰の低さである。渋谷くん、急に呼び出してすみません。親しみのこもった声に緊張が少しほぐれる。天才プログラマーの娘さんの噂は聞いていますよ。ありがとうございます。自分は何もしていないんですが。ご謙遜を。あのゲームが素晴らしい成功を収めているのは親の教育の賜物でしょう。専務は心からの称賛を込めて語りかけてきた。全世界で1000万ダウンロードを突破。教育関係者からの評価も上々。これはうちの会社にとっても大きなチャンスだと考えています。チャンス？専務は机の上の資料を丁寧に広げた。うちのゲーム開発部で新しいゲームの開発に協力いただけないでしょうか。もちろん報酬は破格です。うちの娘をですか？はい。大人顔負けの技術で大人にはない視点を持っている貴重な人材だと考えています。一度考えさせていただけませんか？もちろんです。ご家族で話し合ってください。専務は穏やかに微笑んだ。ただ、才能ある方にはそれに見合う環境を提供したい。それが私たちの願いです。ありがたいお話ですが、思った以上にあのゲームの反響が大きくて、あの子には普通の生活をさせたいと思っているので。そうですね。お子様の生活を第一に考えるのは当然です。じっくりご検討ください。その夜、凪と向き合った。テーブルを挟んで座る娘の表情はいつになく大人びて見える。会社からゲーム開発の話があったんだけど、状況を説明すると、凪は真剣な面持ちで聞いていた。凪はどう思う？パパはどう思うの？予想外の返事に言葉に詰まる。凪の瞳には懸命に大人の顔をしようとするけなげさが滲んでいた。私ね、凪が静かに続ける。このゲーム作った時、ママのことばっかり考えてた。ママが喜んでくれるかなって。その言葉に胸が締め付けられる。でも今はそれだけじゃない。プログラミング勉強してる子供たちから毎日メッセージが来るの。凪はスマートフォンを取り出し、電子メールの受信箱を開く。コードプリンセスのおかげでプログラミングが好きになりました。私も将来ゲームを作りたいです。こういうのいっぱい。画面を見せながら凪の目が潤んでいく。
最初はママのためだったけど、今はみんなの役に立ちたいって思うの。でも、言葉が途切れる。でも、パパと過ごす時間が減るのは嫌。その一言で全てを理解した。凪は自分の夢と家族との時間の間で揺れていたんだ。パパのことは気にしないで、凪がどうしたいか、それが一番大事。パパは凪の味方だから。本当に？本当だよ。約束する？約束する。じゃあ、一度話を聞いてみたい。後日、打ち合わせの場所として指定されたカフェに向かった。会社のビル内にあるその店は、たくさんの会社員で賑わっている。凪は緊張した様子で、俺の手をギュッと握っている。お待たせしました。佐々木専務が数人の部下を連れて現れた。凪ちゃん、はじめまして。専務は優しく微笑みかける。その物腰の柔らかさに、凪の緊張も少しほぐれたようだ。では、具体的な話をさせていただきます。専務が資料を広げる。開発スケジュール、報酬、環境整備。すべてが破格の条件だった。もちろん、学業を最優先に考えています。放課後や休日だけの作業で構いません。専務の言葉は終始誠実さに溢れていた。凪ちゃんの才能を多くの子供たちのために生かしていただきたい。そのために最大限のサポートをお約束します。しかし、次の言葉で、俺の心に違和感が走った。新作発表の際には記者会見を予定しています。天才少女プログラマーとして大々的に PR を。すみません。思わず口を挟んでしまう。娘を前面に出すような宣伝は、言葉を選びながら続ける。凪はまだ子供です。あまりメディアに露出させるのは。専務の表情がわずかに曇る。しかし渋谷さん、それこそが最大の魅力ですよ。同年代の子供たちへの影響力は計り知れません。ですが、言葉を続けようとしたとき、凪が突然嬉しそうに立ち上がった。水木さんだ！え？凪の視線の先をたどると、確かに歌川さんが立っていた。凪ちゃん、どうしてここに？お仕事のお話なんだって。お仕事？水木さんは？私はちょっと休憩で。凪が嬉しそうにはしゃぐ。しかし、歌川さんの表情は引きつった。佐々木専務が振り向いた途端だ。おや、久しぶりだな、水木。佐々木専務の小姉が、さっきまでとは明らかに変わった。どこか突き放したような、冷たい響き。歌川さんの眉間にシワが寄った。それよりも、今、水木って呼んだか。二人は、どういう。俺は困惑して声を漏らす。専務は意外そうな表情を浮かべた。あれ、知らなかったんですか？私、彼女と結婚してたんですよ。その言葉に、頭の中が真っ白になる。歌川さんが話していた、熱心にアプローチしてきた人。一方的に別れを告げられた相手。それが、佐々木専務。と言っても、ほんの1年足らずで離婚しました。まあ、若気の至りですよ。専務は何でもない話をするように言う。その態度に怒りがこみ上げてくる。歌川さんの心の傷。あの夜見せた悲しげな表情の理由が今目の前にいる。凪が俺たちの会話を不思議そうに聞いている。娘の前でこんな空気を出してはいけない。懸命に感情を抑え込む。すみません。少し席を外させてください。俺は立ち上がりながら凪の手を取った。娘をこれ以上大人の醜い現実のもとにさらしたくない。一旦カフェの外に移動する。凪の表情には困惑と不安が混ざっている。パパ、どうしたの？離婚って何？予想はしていた質問だ。でも実際に聞かれると言葉を選ぶのに苦心する。人にはいろんな出会いと別れがあるんだ。歌川さんとさっきのお兄さんも一度結婚したけど、どう説明すれば子供の心を傷つけずに済むだろう。凪は俺の言葉を待っている。二人の考え方が合わなかったんだと思う。それで別々の道を選んだ。でもパパはママと離れて寂しいでしょ？水木さんは違うの？そうだね。パパはママのことを今でも大切に思ってる。それは変わらない。深く息を吸って続ける。でも歌川さんとは違うんだ。パパとママは、ママが悪い病気にかかっていなくなってしまった。仕方のないことだった。でも歌川さんは、
言葉に詰まる。どう説明すれば、この複雑な大人の事情を理解してもらえるだろう。相手の人が歌川さんの気持ちを大切にしなかったんだ。だから一緒に暮らすのをやめたんだ。凪は黙って俺の言葉を聞いている。その瞳には年齢以上の理解力が宿っているように見える。パパ、ん？水木さん泣きそうだった。その言葉に心臓が痛むような感覚を覚える。確かにあの場に戻らなければ。でも娘をどうする？その時凪が小さくつぶやいた。私、パパの会社でのお仕事やめとく。そうだね。戻ろう。水木さんが心配。席に近づくと二人の声が聞こえてきた。カフェの観葉植物の陰から佐々木専務と歌川さんの姿が見える。だからお前から説得してくれよ。あの親子と仲がいいんだろ。佐々木専務の声からはさっきまでの紳士的な態度は消え失せていた。凪と繋いでいた手に力が入る。相変わらず男に色目使ってるのな。ただ目の付けどころはさすがだ。あの娘の商品価値は半端じゃない。今のうちに囲っておかないとな。まるで物を値踏みするような口調。さっきまで凪に向けていた優しい笑顔がこんなにも打算的な本性を隠していたとは。歌川さんの表情がこわばる。私はそんなことしたくありません。冷たく突き放すような声。でもその声はわずかに震えていた。ああ？専務の口元が歪む。紳士的な仮面が剥がれ落ち、醜い本性が覗いていた。凪ちゃんを物みたいに扱うなんてできません。何言ってんだお前。俺に散々迷惑かけてきたんだから少しぐらい役に立てよ。使えない女が。迷惑って。歌川さんの声が途切れる。専務はさらに追い詰めるように前に詰め寄る。迷惑だろうが。お前子供ができねえ体のくせに。そんなの知ってたら花からお前なんか選ばなかったよ。俺には家の跡取りが必要なんだ。簡単なことなのにそれすらできない女に何の価値がある。こっちはお前に騙されたんだぞ。専務の声にはもはや人を人とも思わない残虐さが滲んでいた。これが彼の本性なのだ。騙してなんていません。私だって知らなくて。歌川さんの顔が蒼白になっていく。涙が頬を伝え落ちる。知らないじゃ済まされねえんだよ。親父はさっさと別れろって言うし、会社の人間には見る目がないって嘲笑われるし、全部お前のせいだろうが。専務が大声を上げると周りの客が振り向く。もう黙っていられない。俺は凪の手を優しくほどいた。ここで待ってて。そっと囁いてその場を離れる。歌川さんの震える背中が俺の視界に入る。彼女の受けた傷の深さを今なら理解できる。なぜ彼女があんなに自分を閉ざしていたのか。なぜ新しい関係を築くことを恐れていたのか。すべてはこの男の卑劣な仕打ちが原因だった。佐々木専務。思わず声が出た。佐々木専務の卑劣な言葉をこれ以上聞いていられなかった。おや、渋谷くん。話は聞いていました。そうですか。専務は嘲笑うように続けた。君もこいつだけはやめておいた方がいいですよ。この女は何も生み出せない。子供も作れないし、仕事もろくにできない。見た目だけが取り柄の。黙ってください。彼女にはたくさんのいいところがある。あなたには気づけなかっただけです。心からの言葉が溢れ出す。ほう？凪と真摯に向き合ってくれる優しさ。相手の気持ちを考える繊細さ。そして誠実さ。あなたみたいな見せかけの優しさじゃない。本物の思いやりを持っている。歌川さんが俺を見つめる。涙に濡れた瞳には、驚きと何か温かいものが混ざっていた。君にはわからないんだよ。この女がどれだけ。わかりません。あなたみたいなものの見方はできませんから。きっぱりと言い切る。ただ、一つだけわかることがあります。歌川さんには娘を任せられます。でも、あなたみたいな人に娘は預けられない。何？専務の声が低くうなるように変わる。仕事の話はなかったことにしてください。ふん。専務は一瞬で表情を一変させた。もはや取り繕う必要もないと悟ったかのように。なら、お前はクビだ。
え？その言葉が頭の中で反響する。あまりにも唐突で、現実味がまるで湧いてこない。ちょっと待ってください。今の話と首は関係ないでしょう。いくら専務でも、そんな。思わず声を張り上げた。しかし専務は、なおも不敵な笑みを浮かべたまま、口元を歪める。関係ない。いや、あるだろ。社内で騒ぎを起こして、会社の利益を損なおうとしているのはお前だ。上に立つ者の提案を断り、俺のメンツを潰す。それがどういうことか分かってないようだな。心臓がドクンと大きく跳ねる。こんな理不尽な理由で解雇なんて、到底認められるはずがない。あなたに、人をクビにする正式な権限なんて、第一、あなたの提案は、ナギを商品扱いするようなもので、そんなの、到底受け入れられませんよ。ふん、そんな綺麗事が通じると思うのか？親父が社長のうちは、俺には実質的な人事権がある。お前なんか明日から席もないと思え。いや、今すぐ荷物をまとめて出て行け。そんな、信俊さん、あんまりだわ。歌川さんの声が震える。彼女の目には、俺への心配と申し訳なさが滲んでいた。はあ、ひどいのはお前らだろ。まさかここまで俺を舐めてるとはな。お前らまとめてクビだ。俺はな、社長の息子で、絶大な権力を持ってるんだよ。わからないなら、痛い目を見せてやるまでだ。世間になんて言われようが構わねえ。俺が本気を出せば、お前らの居場所なんざこの会社どころか、どこにもなくしてやれるんだよ。それなのによくも堂々と反抗してくれたな。覚悟しろよ。後悔してももう遅いんだからな。そう言い放つ佐々木専務に凪が歩み寄る。終わりなのはお兄さんの方だよ。振り向くと凪はスマートフォンを手に立っていた。凪、何を？ライブ配信だよ。ライブ配信だと？専務の声が裏返る。コードプリンセスのフォロワー、今100万人以上見てるよ。みんな、お兄さんのひどい言葉、しっかり聞いてくれてる。凪の声は冷静だった。プログラミングの天才少女が自分の武器を最大限に活用している。凪の起点に感心していると、佐々木専務が怒鳴った。お前、それを消せ！今すぐに！専務が凪に詰め寄ろうとする。俺は反射的に娘の前に立ちはだかった。娘に触るな！低くうなるような声が自分の喉から漏れた。父親として本能的な危機感が全身を支配する。どけ！佐々木専務の目が血走っている。凪に手を伸ばそうとする腕を、俺はがっしりと掴んだ。その瞬間、歌川さんが凪を抱き寄せ、後ろに下がった。佐々木専務、もう諦めてください。俺の声は冷静だった。恐怖も不安も全て吹き飛んでいた。今、守るべきものがはっきりしている。それは娘であり、歌川さんであり、そして人としての誇りだ。何が諦めるだ。お前なんて、絶対にクビに。その時、専務のスマートフォンが鳴り響いた。画面を見るなり、彼は顔面蒼白になる。どうやら電話らしく、震える手で、もしもしとスマホを耳に当てている。今すぐ社長室に来い。受話器越しの怒声がカフェ中に響き渡る。社長の声だった。くそ。佐々木専務は受話器を乱暴に切ると、俺たちを睨みつけるでもなく、そのまま慌てて駆け去っていった。その夜、会社全体が大きく揺れ動いた。凪の配信は瞬く間に拡散され、佐々木専務の本性が世間にさらされた。ネットニュースには次々と新しい記事が掲載される。桜テクノロジー専務、パワハラ、セクハラの実態が露呈。複数の女性社員に不適切な行為。会社資金の私的流用も発覚。子供をまるで商品扱いする言動。部下や元妻へのハラスメントなどが動画と文字起こしという形で世の中へ広がっていった。ネットニュースや SNS でも取り上げられ、すぐに騒ぎは炎上状態となる。さらに、社内でも複数の女性社員が専務からセクハラを受けていたと名乗り出てきた。どうやら佐々木専務は自分の立場を利用して若い女性たちにしつこく言い寄っていたらしい。被害に遭った女性たちは誰に相談すればいいかわからず、ずっと声を上げられずにいた。声を潜めて話し合う女性たち。だが、一気に注目を浴びる中で、意を決して証拠を提出する人が増えていった。それらの証拠をまとめ、最終的に社長や
重役会議へ提出したのは意外にも博夫さんだったという。あの博夫さんが、信じられない気持ちでその話を聞いていた時だった。休憩室から聞き覚えのある声が漏れてきた。歌川さん。博夫さんの声だ。ドアの向こうで二人の会話が続いている。俺は思わず足を止め、声を潜めるようにして耳を澄ませた。あの配信見たわ。歌川さんが離婚した原因があんなにひどいものだったなんて。はい。歌川さんの返事は短いが、その声色はどこか沈んでいる。博夫さんはいつになく真剣な様子で続ける。正直ね、あなたのこと腹立つ女だと思ってたのよ。美人で仕事もできて、なんかツンケンしてて、挙句に社長の息子と結婚したじゃない？だから高嶺の花というか、手の届かない人って感じで、最初はちょっと妬ましくて、嫌味の一つも言いたくなるってもんだったわ。そこまで言い切って、博夫さんは一呼吸置いた。でも、大変だったわね。あいつ、あんな言葉を平気で言い放つなんて。女性を踏みにじる以外の何者でもないわ。あれを配信で見て、ゾッとしちゃった。別れて正解よ。歌川さんはか細い声で、ありがとうございます。とだけ言う。すると、博夫さんは自重気味に息を吐いた。というか、私もあなたや渋谷さんにひどい態度をとってたわよね。合コンの時とか、なんで子持ちが来てるのとか、バツイチ同士で仲良くやればとか、思い返すと、ほんと恥ずかしいし最低だった。あの専務と同じこと、私自身がやってるって気づいたの。離婚の経験を、まるで人格を否定するかのように扱って、あんなひどい扱いを受けて離婚したのに、私は何も知らなかった。ただ偏見を持って、バツイチだってみんなの前でバカにして。分かってくれればいいんです。え？結婚も離婚も出産も、経験していなければ、当人の気持ちなんて分かるはずがないもの。寄り添ってくれただけで十分です。歌川さん、あんたいい女ね。え？渋谷さんがあなたを気に入る気持ち分かったわ。待って、私たちそんなんじゃ。いやいや、あなたたち本当にお似合いよ。思わぬ方向に話が進み、俺は咳込みかけた。慌ててその場を去ったのだが、それ以来、歌川さんと博夫さんが仲良さげに一緒にいる様子を見かけるようになった。女性同士、分かち合えたのだろう。佐々木専務の一件から1ヶ月が経った。凪のゲーム開発の話は、自然消滅という形で立ち消えになった。それは俺にとって心からほっとできる結末だった。パパ、見て見て。週末の朝、凪が興奮した様子でタブレットを見せてきた。コードプリンセスの新しいアップデートに対する反響だ。凪は以前と変わらずフリーのゲーム制作活動をしている。この子の才能はとどまることを知らず、新作発表やアップデートのたびに大きな話題となる。やはり仕事の話を断ってよかった。強制されない環境で純粋に創作を楽しむ娘の姿に心から安堵を覚えた。次は医療系のゲームを作ろうと思うの。パパの仕事みたいに人の役に立てるような。胸が熱くなる。妻を失った悲しみを乗り越え、自分の道を見つけた娘。その姿はかつての妻に重なって見えた。あ、パパ、もうすぐ水木さんが来る時間だね。ああ、そうだね。凪は待ちきれないと言いながら、歌川さんに使ってもらうスリッパの準備を始める。ねえパパ。なんだい？水木さんのこと好きなの？予想外の質問に思わず飲んでいたお茶を吹き出しそうになった。何を言い出すんだよ。だって、水木さんの前だとパパの声のトーンが変わるもん。そんなことない。あるよ。それに目線も柔らかくなるし、笑顔も増える。そう。図星をつかれ言葉に詰まる。よく見ている。我が娘ながら恐ろしい。確かに最近の俺は歌川さんを意識していた。それは認めよう。玄関のチャイムが鳴った。歌川さんだ。凪は飛び出すように迎えに行く。水木さん、こんにちは。凪の声にはいつもの喜びが溢れている。歌川さんもまた優しい笑顔で凪を抱きしめる。その光景を見るたび
胸が温かくなる。今日は新しいゲームの構想があるの。水木さんに見てもらいたくて。ほんと楽しみ。凪は歌川さんの手を引いて自分の部屋へ向かおうとする。その仕草はまるで本当の親子のようだ。凪、歌川さんも疲れてるだろ。まずはお茶を。大丈夫ですよ。歌川さんは柔らかな声で返す。その声に心が揺れる。でもその前に、渋谷さん、少しお話ししてもいいですか？はい。凪ちゃん、お部屋で待っていてくれる？うん。凪は不思議そうな顔をしながらも自分の部屋に戻っていった。リビングに二人きりになる。歌川さんはまっすぐな瞳で俺を見つめた。専務の件でかばっていただいて本当にありがとうございました。その言葉に胸が締め付けられる。私のこといろいろとよく言ってくださいましたよね。頬をわずかに染めながら歌川さんは続ける。優しさとか、私には凪ちゃんを任せられますとか。まっすぐに向けられる視線から目をそらしたくなる。あれはその場の。言葉を濁す俺。本当は違う。あの時の言葉は全て心からだった。でもそれを認めてしまえば。そうですか。歌川さんの声がわずかに沈む。それでも私は嬉しかったです。その言葉に心臓が大きく跳ねる。誰かにそんな風に見てもらえているなんて。歌川さんの瞳が潤んでいる。離婚してから自分には価値がないんじゃないかって、そんな風に思い続けてきました。でも渋谷さんは違った。私の中のいいところを見つけてくれた。心から救われた気がしました。視線が合う。そこには深い感謝とそれ以上の何かが宿っていた。パパ、水木さん。凪の声が二人の間に響く。振り向くと凪が決意に満ちた表情で立っていた。いつの間に戻ってきたのだろう。二人ともいい感じなのにもったいないよ。いたずらっ子のような笑顔で発するその言葉に心臓が止まりそうになる。凪は一歩前に進み出る。その瞳には年齢以上の確かな意志が宿っていた。ママが天国で見てたらきっと喜んでくれると思う。息が詰まる。喉の奥が熱くなる。だってママはいつも言ってたでしょ？幸せは分け合うと増えていくって。妻の言葉、あの優しい微笑み、すべてが鮮明に蘇る。パパ、水木さんのこと好きでしょ？おい、凪。言葉に詰まる。隣では歌川さんが息を飲む音が聞こえた。私だってパパのことずっと見てきたんだから、パパの笑顔が増えたのわかるもん。凪の声には確信が満ちている。水木さんも同じ。私と遊んでる時、パパの話になると表情が変わるの。歌川さんが小さく息を飲む。二人とも幸せになっていいんだよ。私が保証する。凪の瞳が潤んでいる。でも、その表情は凛としていた。ママの代わりじゃない。水木さんは水木さん。新しい家族になってくれたら嬉しいんだけど、どうかな。その言葉が、俺の中の最後の壁を崩した。凪。歌川さんの声が震える。でも、私は子供が、産めるかどうか。その言葉を遮るように、凪が歌川さんに抱きついた。私がいるよ。水木さんの娘として十分でしょ？それはもちろん。でも、凪ちゃんはいいの？当たり前じゃない。歌川さんの方を大粒の涙が伝う。私たち、みんなで幸せになろう。ね。凪の問いかけに、俺は深く息を吸った。もう迷う必要はない。答えは、ずっと心の中にあった。歌川さん、いや、水木さん。初めて名前で呼ぶ。その瞬間、彼女の瞳が輝きを増した。俺と結婚を前提にお付き合いしてください。情けなく震える声。でも、これほど確信を持って言えた言葉はない。本当に、私でいいんですか？ええ、水木さんでなければダメなんです。水木さんの目から、また涙が溢れる。凪がハンカチで、その涙を拭った。はい、やった！その返事に、凪が飛び上がって喜ぶ。この日を境に、俺たちの人生が変わった。水木さんと凪はまだ
仲のいい友達のように見えるが、時折、俺の知らないところで内緒話を楽しんでいる。少しずつ、確かに距離が縮んでいった。妻の墓参りに行った際には、水木さんのことを報告した。手を合わせて目を閉じる。その瞬間、暖かい風が頬を撫で、体を包み込んでくれた気がした。これから先、どんな喜びや困難が待ち受けているかはわからない。でも、一つだけ確かなことがある。それは、この家族と共に歩む未来が、かけがえのない宝物になる、ということ。そう確信できるほどには、俺たちはすでに強い絆で結ばれていた。そんな俺たちに、新しい小さな家族がやってくるのは、あと数年先の話だ。